おはようございます。今日は22日目ですね。今、双方と、双方を歩いてて、チェルシー側に向かっているところです。ニューヨーク、今日はちょっと曇り空で、天気があまりよろしくありません。気温は12度ぐらいです。今、朝の9時40分ぐらいなんですけど、自分が留学中、道場ですごいお世話になった先輩と朝ごはん食べる約束していて、こっちの方まで来てます。いや、それにしてもすごいなと思ってカメラ回したんですけど何がすごいなって、やっぱりチェルシーとか双方って、ちょっとゲイコミュニティが発達してるんですよね。ゲイっていうのは、両方ですけど、男版も女版も同性愛者の方がすごい多い地域だと思いますけど、サンフランシスコはとても有名ですけど、ニューヨークもすごく有名で、ここら辺一帯はそういう方が多いです。僕も16年前留学してた時に、すごいマッチョの男2人がいきなり白昼堂々道の真ん中でディープキスをし始めた時とかはもうやっぱり日本では考えられないってすごい思ったんですけど似たようなことが今起こりましてですね。いやー、なんかすごい気ざったらしい男が目の前いるなと思ったら、くるっと振り返って、あなたは女よりいいもの欲しくないみたいなこと聞かれました。いや、すげえなみたいな。やっぱ仕草がそれっぽいですよね、そっちの道の方々は。いやー、びっくりしました。っていうか、今回の旅行でもそうなんですけど、やっぱり日本人、アジア人全体的にそうですけど、幼く見られがちですよね。昨日も自由の女神像を見に行って、その日本語のガイドがあるんで、オーディオガイドがあるんで、それをもらおうとしたら100万ドルだよ坊ちゃんみたいなこと言われまして、いや坊ちゃんって俺もう36だよみたいに思ったんですけど、めちゃくちゃ子供扱いされますね。いや、スーツとか着てると絶対そんなことないんですけど、いや本当に困るなと思います。だから留学中はそれがすごい嫌でですね、僕は一生懸命ひげを伸ばしてたんですね。ひげを一切剃らないという。ひげがこうボーボーになってるとさすがに子供扱いしない、幼そうだけど子供ではないだろうというふうに見てくれるという感じですね。ニューヨークの朝食っていくつも有名なお店があって、例えば日本だとサラベスっていうのがとても有名で、確か日本にも店舗があるんじゃないかなと思うんですが、今回別にサラベスを食べに来たわけじゃなくて、ジャックズワイフブレッダかなっていうお店に来ております。最近はそれがすごい、人気で、ちょっとしたおしゃれなスポットになってるそうですね。でもこのゲイに関する話をしたばっかりであれですけれども、なんかパンケーキみたいなものを作ってくれるお店なんで、そこになんていうかね、武道をやってる道場で知り合った男2人で朝食食べに行くと、なんかそれこそゲイっぽいですよね。別に同性愛を否定するつもりは一切ないんですけれども、なんか今日はそんな始まりの一日だなと思ってます。じゃあちょっと朝食を食べてきます。ありましたね。ジャックズワイフフレダか。すごいですよね。ジャックの奥さんのフレダがやってるお店ってことですね、これ。いやー、楽しみです。
がグランドセントラルです。朝ごはん、昼ごはんとお世話になってた方々にめちゃくちゃごちそうになってしまい、腹がいっぱいで死にそうです。いやー、でも嬉しいですね、こうやってお世話になってくれる人がいるっていうのは。さっき食べたこのチプリアンドルチェっていうのは、この、グランドセントラル駅の構内の2階にあるような場所です。すごい結構よく映画とかに出てくる場所で、見たことあるっていう人も多い場所だと思うんですけど、やっぱ観光客として来た時にあそこでご飯食べるのいいですね。めちゃくちゃ遊びに来たなっていう観光してる感がとても楽しかったです。さて、これからサブウェイで、シャトルというのがありまして、グランドセントラルはですね、タイムズスクエア駅と無料のシャトルが行き来してるんですね。シャトルってシャトルバスであるシャトルメトロトレインなんですけど、それに乗って40セカンドまで行って、レッドラインと呼ばれるもので、北上します。で、北上してどこ行くかっていうとハーレムですね。そこは僕が通ってた大学がある場所であり、僕が住んでた場所だったりします。ハーレムもアポロシアターぐらいまでは行ったことある方多いと思うんですけど、それより北のハーレムってあんま行ったことないと思うんですよね。ハーレムってシュガーヒルって呼ばれる一部の高級エリア以外でははっきり言って黒人とヒスパニックの街なんで、日本人の方はほとんどいない場所なんですけど、僕はたまたまそこに住んでました。というわけで久しぶりにそこまで行こうと思っておりまして、降りる駅は130、7ストリート、5ストリートとか、そのぐらいのところに行こうと思います。137、137、シティカレッジ駅に着きました。1番の電車ですね。レッドラインと呼ばれる地下鉄は1、2、3番ってあるんですけど、1番に乗ってくるとタイムズスクエアからここまでだいたい20分ぐらいです。いや、実に16年ぶりハーレムに戻ってきました。あんまり変わってないな。ここら辺まで来るともう人種的には本当に色が濃くなってくる、薄黒くなってきて黒くなってくる感じになってきます。2つ前の駅はコロンビアユニバーシティのある駅で、コロンビア大学駅なんですけど、そこはですねモーニングサイドハイツって言ってハーレムのちょっと下なんですけど、一応高級住宅地なのでちょっと肌の色が白い比率がすごい高いんですね。コロンビア大学自体は人種差別を撤廃するための、大学入試の方法であるアファーマティブアクションっていうのがあって、それなりに有色人種の方も多いんですけど、でもやっぱ住んでる方は結局白人のエリート層がはっきり言って多いので、こうなんかマーケットが懐かしい。たった2駅ですけれども、いる人種が全く異なるっていうのが、とてもニューヨークらしいなと思います。ハーレムの歴史っていうのを僕は日本に帰った後ちょっと本とかいくつか読んだことあるんですけど、ハーレムっていうのは1900年少しぐらいまではすごい豊かな白人たちが住むエリアだったらしくて、もうちょっと行ったところにですねシュガーヒルと呼ばれる場所がありまして、そこは未だに白人の人たちが結構住んでるし、ちゃんとした広めの一軒家がマンハッタンの中にもかかわらずちゃんとあるエリアがあったりします。ここら辺の建物もこうやってよく見ると結構ヨーロッパ調のもう本当に古い建物、本当に100年ぐらい経ってるような建物が多くて、そこを改修して、住んでる感じです。いや、それにしてもお腹がいっぱいで苦しい。いやで、僕はどうしてここに住んでたかっていうと、安いからっていうのが一番なんですけど、こんなところにビリヤード屋さんなかったな。
まあまあさておき、このシティカレッジ駅にあるシティカレッジに僕は留学してたからですね。留学って言っても交換留学じゃなくて、本当に正規で大学受験して、正規の学生でいました。ザ・シティカレッジ・オブ・ニューヨークっていうんですけど、ニューヨーク市立大学シティ校っていう4年生大学ですね。で僕はそこに、1年ちょっとお世話になっていたので、ここにずっと住み続けてました。その前はチェルシーにある道場、ニューヨーク愛機械の道場に住んでたんですけど、その後はここに住んでた感じですね。はっきり言って当時日本人はハーレムには、住んでた人もいるんでしょうけど、ほとんど住んでなかったと思います。僕は中国人以外のアジア人をこのハーレムの辺りで見たことは一度もないです。ただハーレムの中でも125ストリートぐらいまでは、アポロシアターがあるエリアなので観光客の方が多いんですね。なんだこれ、めっちゃ日本料理屋、日本料理屋ができてる。なんかちょっといろいろ変わってきたのかもしれないです。で僕はこの141ストリートに住んでて、今ちょっと寒いからあんま人がいないですけど、この辺りは結構中南米の方が多くてですね、もうちょっと暖かい時期になると夜は外にずっと人々が立ち並んだり座ったりして、結構夜中までぺちゃくちゃ喋ったり、太鼓叩いたりですね、あとなんかゴミ箱みたいなプラスチックのこうなんかスティックでバンバン叩きながら音楽演奏を夜中の1時でも2時でもやってるみたいな、なんかちょっとアメリカっていうかブラジルとかに来たのかなみたいな感じの趣のする場所でした。それで僕はここですね。そうそう、ここに公園があってバスケットボールしてる黒人の人がいっぱいいて、こういうとこからマイケル・ジョーダンみたいな人って出るのかなとかちょっと思ったんですけど、今でもあるのかな、バスケットボールは。ここかな。これか。あれだ、あれだ、懐かしい。うわ、何も変わってないですね。それでいうとこっちも変わってないのかな。うわ、ここです。ここが僕が16年前に住んでいた場所です。ハミルトンストリートって書いてあるけど、住所書くときはブロードウェイアベニュービトウィンアムステルダムアベニューなんですね。141ストリートウエスト。うわ、懐かしい。あんま入っちゃいけないけど、いや、これだこれだ、ここだ。カメラもあるからちょっとやめとこう。いや、めちゃくちゃ懐かしいし、16年ぶり。そっか、527番地やったんだ。ここの一番上ですね、4階なのかなに住んでて、めちゃくちゃボロくてですね、天井が一度崩れ落ちてきたことあるんですよね。天井って言っても塗装ですけど、いや、その時深夜4時ぐらいで、たまたま僕課題に追われてずっと一生懸命デスクの前で勉強してたからよかったんですけど、僕の寝てたマットレス、ベッドを置けなかったんで、マットレスの上にそれがガンガン落ちてきて、勉強してなかったら死んでんじゃないかと思って大家にクレームを入れた覚えがあるんですけど、大家さんは一生懸命その後来てくれて直してくれましたが、
その時思ったのが、業者呼ばないんだみたいな、自分で直すんだと思ったんですよね。だからこうやって落ちるんじゃないかってすごい思ったんですけど、いやー懐かしいな。ここで1年ほど暮らしてました。こうやって見るとハーレムっていうちょっと貧しいエリアではあるんですけど、街並みだけは綺麗ですね。まあ建物自体が裕福な人たちが住んでた時に作ったものだからでしょう。とても綺麗です。それでこの公園は、でも公園はだいぶ変わりましたね。こんなに遊具はなかったんですけど、遊具がいっぱい設置されてるな。なんかニューヨークの公園に関する整備状況が変わったんでしょうかね。こんなに遊具はなかったです。このブランコもなかったし、あそこの遊具もなかったし、こんな子供がいっぱいいたんですけど、てかこのトイレもあったかな。ハミルトンプレイスプレイグラウンド、こんな名前だって知らなかったです。バスケットゴールがあそこにあるだけになってますね。前はこっちの方までずっとバスケットゴールだったんですけど、バスケの人気がなくなったんでしょうか。いや、こんな遊具もなかったですけどね。何があったのか。そしてこれはこれ何なんですかね。テニスの練習とかする場所、スカッシュとかするんですかね。でもスカッシュ横がないときつい、できないで、何なのかな。いや懐かしい。この絵もなかったんじゃないかな。あ、そうですね。クリエイテッドバイ2018って書いてある。やっぱそうですね。なかったはず。それで言うとあっちの絵もそうですね。いやー、窓からここを眺めてましたね。昔はよく。アレクサンダー・ハミルトンプレイ、アレクサンダー・ハミルトンって先日見たアレクサンダー・ハミルトンですかね。なんか関係してんのかな。中国語で表記がありますけど、そう、でもね、日本人とかアジア人は住んでなかったけど、中国人はわずかに住んでたんですよね。でも大体基本的にその中国料理店みたいなところに勤めてる人ばっかりで、そう中国系のデリで僕がよく行ってた店があるんで、いやもう食えない、死ぬほど食えないし、もうなんかアメリカ来てから物を食いすぎてどんどん太っていくんですけど、でも味だけはもう一度試したいなと思う、中華料理屋さんがあるかどうか見に行きたいと思います。中華料理って言ってもあれですけどね、ちゃんとしたレストランじゃなくていわゆるデリ、弁当屋みたいなもんですけど、ちょっと行って、まあ食べられなかったら明日食べればいいか。いやでもなんか泣きそうですね。16年前、ほんと18で来たんで、ものすごい多感な時期に全然お金のない貧乏学生が、だからハーレム来たんですけど、あそこで暮らしてたんですよね。まあ別に今もお金があるわけではないですが、当時はもっとなかった。いやー、そのチャイニーズデリがものすごい安くて5ドル、7ドル、8ドルぐらいでお腹いっぱい食べられるんですけど、それを買うのを惜しんで、なんかひもじい思いしながらなんかパンをかじってた、すごい冴えないなんか貧乏なアジアの学生って感じでしたね。日本人って
お金持ってんじゃないのみたいないやそうなんだけど、いやそうじゃないんだよねみたいな。国としては人口があるから経済力あるように見えるけど、一人一人は別にそこまでじゃないんだよねっていう話をした覚えとかすごいありますね。まあはっきり言って留学する人っていうのはお金持ちも多かったですからね。僕みたいな貧乏人の子供がそうやすやすとアメリカの大学に正規で留学することなんてあんまなかったですからね。ここのデリもよく来ましたね。ここではいやベーグルのサンドイッチが売ってて、今でも売ってそうだなこの雰囲気が。そこでベーグルサンドを食べました。あっちの方に行くとよく行ったフライドチキン屋とかもあるんですよね。フライドチキンは黒人が食べるものっていう意識がすごい強かったから、やっぱりハーレムでフライドチキン屋さんに行くとなんかめちゃくちゃ珍しがられました。大体まず最初にお前中国人かって聞かれるんですよね。違うと、日本人だと言うと、日本人がなんでこんなところに住んでんだって言われるんですけど、いや別にいいじゃねえかと、大学がすぐそこだからっていつも言ってましたけど、そうあんまりアジア人とかが住んでる、良くも悪くもニューヨークとはいえども一部の中心地、なんていうかセントラルパークよりちょっと上から下以下ぐらいじゃないと、そういうみんなが住んでるいろんな人種が住んでるようなエリアではないんですよね。いや懐かしい、本当に懐かしいです。ここは僕が自分で探したっちゃ自分で探したんですけど、実は日本人のミュージカル俳優の方がここに住んでいて、US のツアーに出るから、全米ツアーですねに出るから、その間1年になるか2年になるか分かんないけど借りてくれないかっていうのを日系の人たちが見る掲示板で募集してて、でそれに応募っていうか連絡取って、でまた貸ししてもらってたんですよね。また貸しって今考えると法律的にダメなんじゃないかと思うんですけど、日本だと転退っていうのは、許可なくされたら違法なんですけど、多分アメリカもそうなんじゃないかなと思うんですね。でも大家のドナルドっていう黒人の人は全然 OK してくれて、普通に住んでました。 OK してくれてっつっても僕が勝手に借りた後に OK してくれたんで、はっきり言って無断で転退してたんですけどね。いやーなんかアジア系というかいわゆる有色人種の方たちの、ミュージカルのなんていうか団体に入っていて、一応プロの俳優さんだったんですけど、その男の人は、すごいかっこいいっていうか可愛い、ジャニーズ系みたいな人だったんですけど、やっぱり日本もミュージカルのレベル高いけどやっぱりアメリカじゃないとダメだと、アメリカで本当のミュージカルをやりたい、超一流のものに触れたいみたいな、そんな発想でアメリカに来て、そうやって有色人種だけの団体に入ってはいったものの、もっとレベルアップしてブロードウェイでやりたいってずっと言ってらっしゃいましたね。でもその後名前を検索しても、実はさっきもちょっと検索したんですけど一向に出てこなかったから、きっとそういうなんか舞台を踏むことなくアメリカを去ったんじゃないか、もしくはまだアメリカのどっかにいるのかな、ニューヨークのどっかにいるのかもしれないですけど、いるかもしれないなっていう感じがします。でもそういうのはいいですよね。東京もそういう一面が結構あって日本全国からそういう人たちが来ますけれども、やっぱアメリカはそうやっていろんな夢を求めて来て、叶う人は残るし叶わない人も残ったりするけど多くは去っていくわけで、とてもだから活気あふれる素晴らしい街だなと思います、ニューヨークは。いやーちょっと大学にも行ってみたいんですけれども、よく行った中華のデリだけ見てみたいので、そこに行ってみたいと思います。なんかすごい工事してる。いやこんなおしゃれ
例の散髪屋もなかった。やっぱりハーレムのジェントリフィケーションっていうのかな、なんかなんか少し綺麗になってきてますね。昔はこんな綺麗じゃなかったんですけどね。なんか芸者とかいう名前の日本系の料理屋さんなのかな。ここにも芸者バーベキューバーと、いやもう全然変わってるの。すごい綺麗な店が増えてますね。ハーレムは僕が住んでた時は結構広くて、ここだ、よく来たなこのランドロマット。ここでよく洗濯してたんですけど、いやもうぶっちゃけここ殺人事件とか起こったりして、僕がいる時もここ、いやハーレムって僕が住んでる時は夜中にパンパン音がするんですよね。パンパン音がするからなんだと思ったらやっぱ銃声なんですよね。なんかナチュラルに銃声がたまに聞こえる街で、あそこでもですね、コインランドリーに洗濯物持って洗濯しようと言ったら、なんかキープアウト NYPD みたいなのが、NYPD ってニューヨークポリスデパートメントですけど、それでその中で黒人の人が頭打たれて死んでたりして、洗濯できないじゃんみたいな、なんかそんなことよくあったし、ちょっと歩いて147、8ぐらいのところとかだと、なんかFBI の人たちがですね、拳銃構えて突撃していくんですよね、マンションの中に。で、一体何が起こったんだって聞くと、道歩いてる人に、あいつは麻薬の売人だからさみたいな、多分それで捕まるんじゃないかみたいな、なんかいやそんなイージーな感じなのみたいな、そういう街だったんですけど、いやなんかすごいちょっといい街になってますね。やっぱハーレムといえども、やっぱり住むための費用、レントが多分上がってるんで、やっぱちょっとそういうなんかダメな感じの方々はハーレムのここら辺といえどももう住めなくなってきてるのかもしれないです。いやこんなレストランなかった、当時絶対なかったですよ。本当に変わったんだな。あそこにはチェイスもあるし、こんな銀行絶対なかったですよね。いや僕がよく行ってたチャイニーズデリが見当たらないんですけど、もしかしてやめちゃったのかな。ここの CVS は前からありましたね。あれでも CVS じゃなかったんですけどね、ここなんかスーパーだったんだけどね。やっぱちょこちょこ街が変わっちゃってますね。これでもう145ストリートか。ここは大通りになるので、前からこうやって栄えてて、とっても犯罪とかには関係がない通りでした。ありましたありましたここですね、シルバーパレス。やばい、何も変わらない。141より北だと思ってたら140ストリートでしたね。そっか、いやもう腹いっぱいだけど頼むだけ頼んでみようと思います。Thank you. いやー嬉しい。ちょっと入れ物とかが変わってますけど、店舗の中には全然変わってなかったですね。
昔はなんか何時に行ってもいつ行っても同じおばさんがいてですね、中国系のおばさんがずーっといて、その人がお店を取り仕切ってる感じだったんですけど、まあさすがに今日はいなかったですね。まあ16年経ってますからね、いなくて当然なんでしょうけど。雨が降ってきたな。ちょっと大学の方行ってみたいと思います。大学はこの橋じゃないや、坂を上がったところにあります。もう向こうに五宿町の、建築物の一端が見えてきましたね。ニューヨーク市立大学シティ校、ニューヨーク市立大学シティカレッジって言ったりしますけれども、カレッジっていう割には普通に4年生大学です。でいわゆる4年生の総合大学なんで、専攻ほとんどいろんなものが揃ってる感じですね。見えてきましたね。大学が見えてきました。近代的なビルとこの五宿町の建物、全部同じ大学です。ニューヨーク市立大学シティ校、ニューヨーク市立大学シティカレッジとも言いますけど、普通の4年生大学です。だからまあ医学とか法律とか何でも専攻は一通り揃ってます。さっき調べたんですけど、設立が1847年なんですごい古い大学ですね。で実際問題、最初は大学じゃなくてただのなんかみんなで集まって学ぶ学校だったはずなんですけど、大学にしてちゃんとした組織にしたのは、まあ、日本人にも結構馴染みのある、アメリカ人でして、タウンゼント・ハリス、日米修好通商条約で日本に、交渉に来てたハリスです。割と日本人とも馴染みがある大学でして、まあ、日本人も当時はちょこちょこいてですね、まあ、そんなに多くなかったんですけど、他の大学に比べたらそこら辺には日本人となんか一緒に植えた桜の木があったりとかする感じなんですよね。向こう側は近代的な建物ですけど、それを除くと本当1800年代とかの建物が結構ありますんで、町としては、町じゃない、大学としてはすごい見かけ的には古い感じです。あ、てかあれじゃないかな。あれこれとかあれじゃないかな。いわゆるなんていうんですか、植樹をしたんですけど、植樹って普通するとなんか記念の標識みたいに立てませんでしたっけ？何も立ってないから全然わかんないな。まあなんでもいいんですけど、いやしかし久しぶり、16年ぶり母校に帰ってまいりました。この大学はノーベル賞の受賞者とかも結構出してて、10人ぐらい出てるはずなんですよね。結構優秀な大学なんですけれども、まあ東海岸っていうのはお金持ちというか成績優秀者はみんな IB リーグ行きますから、まあ、いい家庭の出で IB リーグに入れない人たちが来る、まあ、そういう意味でですね、なんか貧乏人のハーバードって当時呼ばれてて、まあハーバードって呼ばれるほど難易度の高い大学ではないし優秀な大学じゃないかもしれないですけど、まあなんかそういう気風がちょっとある大学でした。だからいる人たちもかなりあれなんですよね。まあ、僕がいる時はやっぱ黒人やヒスパニックの人たちがすごい多くて、アジア人も2世とかの中国人、3世とかの中国人が多くて、白人の人たちも結構いたんですけど、結構やっぱ親は労働者クラス、まあこっちではよくワーカークラスって言いますけど、
ワーカークラスの方が多くて、一回軍隊に入って軍役経験して奨学金を獲得してきましたみたいな、まあそういう人が白人だろうが黒人だろうが多い大学ではありました。難しいなあ。こういう中のもう一つとってもいい感じですよね。ニューヨークのマンハッタンはやっぱり、まあ、山手線と同じぐらいの面積があるって言われてますけど、こういうふうにちゃんとキャンパスがある大学っていうのは非常に珍しいです。こういうふうに庭があってちゃんとキャンパスとして大学がなんか学生生活っぽく送れるみたいになってるのは、多分このニューヨーク市立大学シティ校と、あとはコロンビア大学ぐらいだと思いますね。まあ、ある意味昔からあるからそれだけ土地的にはこの大学は恵まれてたんだと思います。そう、学校のスクールカラーがあって、このなんかちょっとライトなパープルがスクールカラーなんですよね。で、学校のマスコットキャラはなぜかビーバーなんですよ。ビーバーなんてニューヨークで見かけないだろうと思うんですけど、もしかしたら昔はここら辺にビーバーがいたんですかね。なんかそんなイメージはちょっと湧かないですけど。あ、もう175周年だ。こんだけちゃんと、キャンパスがあります。このシェパードホールっていうのが有名で、さっきのあそこにある、昔ながらの建物ですね。で、授業の多くは、まああいう古い建物でもやるんですけど、このノースアカデミックセンターと呼ばれるここで行われます。昔はここにいっぱい机と椅子が並んでて、ちょっとラウンジみたいな様相を呈していて、大学のです、日本の大学のラウンジみたいな様相を呈していて、ご飯食べてる人とかめちゃくちゃいたんですけど、何もなくなってる。きっとコロナの影響でしょうね。Thank you。これ学生証がないと入れなかったんで、昔の学生証持ってこよかったな。まあでも16年前の学生証じゃちょっと今とデザイン違う可能性ありますね。学生証って普通卒業したら返却すると思うんですけど、僕中退したから返却してないんですよね。持ってこればよかったな。ちょっと小雨が降りしきる感じになってきたんで、夏がしがってんのはさておき、もう帰ろうかな。まああっち側にもキャンパスは少し続くんですけど、まあ大学のメインはここですね。シェパードホールとこのノースアカデミックセンター、ここが大学の中心地になります。懐かしすぎるね。いやー、一生懸命勉強して入ったわけですけど、
まあ今でもそうですけど、全然英語が上達しなくてですね、死ぬほど勉強したんですけどね。てかまあ今でも仕事で英語使う仕事だから結構勉強し続けてるんですけど、全然ダメなんですよね、僕は英語が。全くうまくならなかったな。とても苦労した覚えがあります。いや、すごい良かったです。久しぶりに来れて。まあ来れても校舎の中にすら入れないんで、何のために来たんだって感じですけど、まあ良かった。でもちょっとハーレムはずっと住んでたし、大学も来たかったので、一目見ることができただけでも良かったです。やっぱ日本で大学の近くに住んでる、まあ近いっつっても1時間ちょっとぐらいの場所に住んでると、いつでも大学って行けちゃいますからね。特に、懐かしがることないんですけど、やっぱアメリカだと遠いからなかなかね、見に来ることができないんで、良かったですね。こうやって見ると結構趣がありますよね。いや、いい大学だったんですけど、これがこの大学の校章とか紋章みたいなやつですね。さて、これで一旦ホテルに戻ります。さて、うわー、さっき買ってきた中華をホテルまで持って帰ってきました。容器がちょっと小さくなってんですけど、いやー、内容は全然変わんないかもしれないですね。そうだな。いただきます。セサミの甘さが以前より弱くなってる。なんでしょうね、アメリカ人の味覚が変わってきたのかな。昔はもうベッタベタに甘かったですからね。いやでも懐かしい。油の味まで変わらないですね。このチャーハンとかに使ってる油ほとんど変わってないんでしょうね。懐かしいです。昔は8ドルぐらいだったと思うんですけど、今10ドルするみたいで。でもまあ値上げしていく、アメリカの中ではあんまり値上げしてない部類なのかもしれないですね。いや、涙が出そうなほど懐かしい。昔はこの8ドルが出せなくて、貧乏だったんですよね。まさか大人になって100万とかかけてアメリカ一周するとは思ってなかったですけど、
学生の時の食事とか食べるといろいろ思い出しますね。美味しい。あ、そうそう、こういう甘さ。やっぱチキンによってタレがかかってなさが変わってますね。何もかも物価が高くなったニューヨークですけど、やっぱこういうチャイニーズ料理はあんまり金額変わらず、これも10ドルで食えるんで、ニューヨーク遊びに来て、いやもうレストランばっかでお腹もきついし、もう食べられないし、そもそも何でもかんでも高いよって人はチャイニーズデリ行って頼まれたらいいんじゃないかなとすごい思います。美味しいけど腹いっぱいだ。ちょっとこれはもうここまでにして、明日アムトラックで9時間ぐらい朝から揺られるんで、ちょっとアムトラックの車内で残り食べたいと思います。いやー、ニューヨークの最後の夜はシカゴを見てきました。もうミュージカルの古典ですよね、シカゴ。いやー、すごかったな。なんかミュージカルのシカゴ、なんか映画しか見たことなかったんでよく知らなかったですけど、あれなんですね、ミュージカルのシカゴってやっぱ昔からやってるからかわかんないですけど、大掛かりな舞台装置ってないんですね。そんなに舞台装置がなくて、もう衣装と歌と踊りだけですごい世界観出してくるっていうのが良かったです。で、オーケストラっていうか、まあジャズの人たちがステージ上でずっと演奏してるんですね。普通ミュージカルってオーケストラって下の方にいると思うんですけど、それがステージ上でやってるのがすごい僕知らなかったんで面白かったです。日本だと米倉涼子さんがやってたと思うんですけど、いや確かになんかそんなイメージですね。いやーすごかった。やっぱアメリカのミュージカルって、まあ日本もテクニックとかキレとかすごいんでしょうけど、やっぱサイズが違いますよね。体のサイズと筋肉の量、やっぱ動きがダイナミックだし、手足が長いから余計そう見えるしで、いやーまあすごかったですね。面白かったな。いやーよかったです。4、5日しかいないのにもう3日間ずっとミュージカルを見たことになりますね。いや本当はアメリカンバレエシアターとかバレエとかもやってりゃ見たかったんですけど、まあ、ちょっと残念ながらバレエが日程が合わなかったんで、まあ、オペラしか合わなかったんで、ちょっとオペラはトゥーランドットがやってたんで見たかったんですけど、まあちょっとせっかくアメリカだからやっぱりミュージカルがいいなと思ってミュージカル見ちゃいました。やっぱ面白いですね。最高に良かった。やっぱニューヨークは、いやまあ料理もそうだしエンターテインメントもそうですけど、ものすごい洗練されててやっぱいいですよね。なんかこう街歩いてるだけですごい刺激を受けるって、なんかアキラだ。アキラ、ここにもハリウッドもそうでしたけど、ここにもこんな感じでいい感じの看板取ってですね。ホンダはさすがだな。いやー本当に良かったです。まだ日程があるならば他にもいろんなもん見たいんですけどね。まあ
しょうがないですね。いやーでもやっぱニューヨークはいいですね。まあ僕はなんか知ってる人たちもまだいるし、そういう意味でも普段以上ちょっと偏りがあってニューヨークに思い入れがありますけど、でもやっぱ本当何でも洗練されてるな。いろんなもんが進んでますしね。相変わらず汚いところは汚いし、なんかダメなところは相変わらずダメにありそうですけど、でもやっぱ素晴らしいですね。なんか世界中からいろんな人が来て、なんか誰がどんな格好で何してても誰も気にしないみたいな、なんかそういう自由なところもありますし、いやー本当にミュージカルをずっと見れてよかったです。やっぱ世界で一番好きな街ですね。ここに留学しててよかったなと思います。ここにこんなでっかいディスプレイあったかなと思ってるんですけど、なんかここディスプレイじゃなかった気がするんですけどね。どうだったかな。いやまあでもアメリカ、ニューヨークはとてもいい街だなと思いつつも、でもやっぱ今回感じたのは物価の高さです。まあ、今ドルが130円ぐらいと久しぶりに本当とても久しぶりにこれだけ強烈な円安なんで、より一層そう感じてるんだと思いますけど、でもそれがなくても東京の2倍から3倍ぐらいの物価の違いを感じます。いやー高いですね。こんなに物価が高くなっちゃってるとはっていう感じです。ロンドンとかも物価が非常に高いと思うことはありますけど、ちょっとニューヨークすごい物価の高さですね。本当に軽くランチしただけで5000円ぐらい飛んじゃうような感じで、とても厳しかったなと思います。まあそういう意味では観光に来てる分には楽しいんですけどね、住むとなると相当大変ですね、これは。まあしばらくはですね、まあロスからエルパソ、メキシコとの国境の町エルパソですね、テキサスのエルパソに行って、でその後、サンアントニオ、それからヒューストン、それからフィラデルフィアの前にワシントン DC ってフィラデルフィア、ニューヨークとやってきましたが、まあ、これからは明日はもう残念ながらニューヨークを離れて、ナイアガラに行きます。ナイアガラももうカナダとの国境の町ですので、国境沿いの町ですので、まあ相当田舎の方まで行く形になります。だからエルパソ以来の、田舎町に行くような形になります。考えてみりゃエルパソでアメリカの一番南の方まで行っておいて、でさらにナイアガラでカナダと面するところまで行くので、アメリカを南にも北にも両方とも相当行ったなっていう感じがしてます。いや、明日はまた9時間ぐらいアムトラックに乗ってですね、ナイアガラ行くことになります。ちょっとこのニューヨークを離れるのは大変残念ですけれども、まあしょうがないですね。アメリカ一周したいので。いやー楽しかったな、久しぶりのニューヨークは。
まあ、まだ16年だからまだ知り合いがいてくれてますけど、あと5年10年したらもう誰もいなくなっちゃって縁がない街になっちゃうかなと思うと少し寂しいです。いやーでもよかった。ここから見るタイムズスクエアが一番っぽいですかね。ちょっと名残惜しいですけれども、アメリカ一周まだ半分ちょっと過ぎたあたりなんで、もうちょっと頑張ってアムトロック乗っていきたいと思います。じゃあすいません、ありがとうございました。